メリークリスマス。皆さんが年末年始素敵な時を過ごせるようにと心より願っているシャチパンです。そんなシャチパンが今回調べてきたのはレコーダーです。長尺となってしまいましたが YouTube の動画ではあまり触れられていないメーカー互換についても解説していますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。具体的な話をする前にレコーダーの特徴について簡単に触れておきます。レコーダーの特徴は大きく分けて3つあります。それはテレビとは違い録画番組が残せること、ディスクへの保存・再生ができること、テレビの録画と比較して録画機能が充実していることです。一つずつ解説していきます。まず一つ目、録画番組が残せることです。意外と知らない方も多いようなのですが、テレビの録画で外付けハードディスクに録画したものは著作権保護の観点からそのテレビでしか再生ができません。つまりそのテレビが壊れて買い替えてしまうとハードディスク内に録画された番組は見れなくなり諦めるしかありません。残しておきたい番組や映画があった場合はとても残念ですよね。ではテレビで録画した番組を引き継ぐためにはどうすればよいのでしょうか。少し前までのテレビではネットワークに接続したハードディスクである NAS に録画ができたので引き継ぎも容易でしたが、現在では対応しているテレビがありません。またテレビを変えても録画したハードディスクを使い続けられる CQ ボルトという規格もありますが、こちらも今年で対応しているテレビがほぼなくなってしまいました。 CQ ボルトはパナソニック、サムスン、ソニー、東芝の4社で開発したものですが、 4K 放送が録画できなかったり、開発した4社間でも互換性がなかったりと使い勝手に課題を抱えています。結局あまり流行らずテレビではオワコンとなってしまいましたね。実質レコーダー専用の運用となりますが、レコーダーで使う場合も注意が必要なんです。それはレコーダーから直接 CQ ボルト対応の HDD に録画したくても多くの場合できないことです。一度レコーダー内蔵のストレージに録画保存してからユーザーが自分でコピーするような運用となることが多いんです。もし今テレビでの録画で残したいものがある場合はランダビングという方法を取ることになります。録画に用いているテレビがまだ動いていることが条件ですが、LAN ケーブルでレコーダーをつなぎます。ハードディスクに取りためた番組を LAN ケーブル経由でレコーダーへ移動させる方法です。レコーダーはハードディスクのような縛りはなく、どんなテレビでも録画番組が視聴可能なので、こうすることで録画番組をずっと残すことができます。なんだ簡単じゃん。レコーダー買ってきてランダビングすればいいだけでしょとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、注意事項があります。このランダビング、実は基本的に同一メーカー間でしか動作が保証されません。つまりパナソニックのテレビで録画したものはパナソニック製のレコーダーへ、レグザで録画したものは同じくレグザ製のレコーダーへしかダビングできないのです。今お使いのテレビとメーカーを揃える必要があります。なおソニーの場合はレコーダーを出していますが、テレビ自体がランダビング非対応なので、ソニーのテレビで録画されたものはそのテレビでしか再生できず、壊れたらそれまでで諦めるしかありません。またハイセンスのテレビの場合もレコーダーを出していないのでランダビング機能がありません。このようにテレビでの録画は使い勝手がいい反面、いざ残したくなった場合に苦労します。メーカーによっては逃げ道がありますが、残したい番組がある場合は素直にレコーダーに残した方が良いでしょう。なお事前に普段テレビ番組を録画してみる場合何を使っていますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、半数以上がレコーダーを使っており、テレビでの録画は意外と少なく2割程度でした。予想していたよりレコーダーで録画されている方が多く驚きました。
多くの投票ありがとうございました。皆さんのご意見いつも参考になっています。さて、2つ目の特徴はディスクへの保存・再生ができることです。好きなアニメや映画をまとめてブルーレイディスクに保存したり、ハリウッドの映画タイトルなどに採用されているウルトラ HD ブルーレイが再生できます。ウルトラ HD ブルーレイとは、要は画質や音質の良い映像コンテンツが収録されたブルーレイディスクです。4K 解像度および輝度、そして公式域をサポートしたもので、従来のブルーレイディスクよりも解像度だけではなく、光の強さ、色再現の映像表現範囲が広がります。レコーダーの買いモデルでは非搭載なことが多いです。ちなみに録画番組を保存する場合は、著作権保護の観点から番組データにダビング10やコピーワンスという制限がかけられています。ダビング10とはブルーレイディスクなどに10回までダビングできる制限で、例えばレコーダーに録画された番組をディスクにコピーする際は9回までコピー・ダビングができ、10回目はブルーレイディスクにデータが移動し、本体からは削除されます。地上デジタル放送や BS の無料チャンネルがダビング10に該当しています。一方、コピーワンスはダビング10より制限が強く、データは複製が作れず、1回の移動のみ可能です。つまり、レコーダーに録画された番組がコピーワンスであれば、ブルーレイディスクに書き込むと本体から自動削除されます。いわゆるコピーを許さない規格で、バックアップ用のデータを作成できません。BS の有料チャンネルや CS 放送が該当しています。なお、先ほどのランダビングをした場合は、元のデータが何であろうと全てコピーワンスの扱いとなります。バックアップを取りたい方は注意してください。個人的にはいくら著作権のためとはいえ、元データがダビング10であれば、そのままの形式でダビングさせてほしいところです。3つ目は、録画機能が充実していることです。おまかせ録画や早見再生、メーカーによっては全録にも対応しており、数日間録画し続け、見たい時にいつでも見ることができます。また、テレビではコンテンツの圧縮保存は行いませんが、レコーダーでは圧縮して保存することができますので、同じハードディスクの容量でも非常に多くの番組を保存しておける特徴があります。ちなみに CM を自動でカットする機能はありますかとたまに聞かれますが、昔一瞬だけあったことを記憶しています。大人の事情かと思いますが、光の速さでなくなりました。このようにレコーダーにはテレビの録画にはない特徴があります。特に残したい録画番組がある場合は、断然レコーダーがおすすめです。それでは早速、大手4社パナソニック、ソニー、シャープ、TVS レグザの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でレコーダーを購入するとしたら、どこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが圧倒的で、次いでソニー、TVS レグザと続きシャープでした。レコーダーは伝統的にパナソニックが人気で、量販店でもまずおすすめされるのはパナソニックであることが多いです。ラインナップも他社と比べて豊富なこともあり、選びやすいのが特徴です。ソニー以外のメーカーは毎年新モデルを出していますが、ソニーは2年ごとに新モデルが出ることが多いです。個人的には大きな進化がなければ必ずしも毎年新モデルを投入する必要はないと考えているので、これはこれで良いと思います。さて、話を戻して、今回は上位機種を基準に各社のレコーダーの特徴を解説していきます。まずは高画質処理です。通常備わっている一般的な機能を除くと、大きく分けて超解像処理、ノイズ低減処理、高解調処理があります。昨年まではシャープや TVS レグザで非対応だった処理もありましたが、
今年のモデルからは上位モデルであれば全対応してきています。なお、最近の 4K テレビをお持ちであれば高度な映像処理エンジンを備えているので、レコーダーの高画質処理はそこまで気にしなくて良いでしょう。超解像処理は地上波や DVD 映像などの低解像度の映像をただ引き伸ばすだけのような単純なアップコンバート処理ではなく、画像解析して画素単位で最適な処理をし、解像感のある映像を生成する技術です。ぼんやりしていた画像がこのようにくっきりした画像となります。これは長時間記録モードで録画した映像にも有効です。ノイズ低減処理はハイビジョン映像や標準映像だけではなく、長時間録画モードでも発生しやすいノイズを低減します。これによりすっきりした美しい映像を楽しめます。高解調処理は特に夜景や暗闇などの暗部の描写を再現する機能です。暗部に埋もれてしまっている色や質感の細かな違いが深みのある色彩、質感豊かに表現されます。トータルで見るとレコーダー単体ではパナソニックの評判がやや高かったでしょうか。パナソニックとソニーは上位モデルだけではなく、下位モデルでもここらの高画質処理機能が搭載されており好評でした。続いて同時録画番組数です。ソニー、シャープは BS4K、CS4K 放送2番組を含む3番組まで同時録画できます。TVS レグザの上位モデルにはテレビにもあるような全録機能、タイムシフトマシン機能があります。地デジ、BS、CS を最大6チャンネル分丸ごと録画でき、画質を落としてゴールデンタイムのみ録画すれば最大 4.5 週間分丸ごと録画できます。4K 放送の全録は非対応、BS、CS 放送は3チャンネルまで対応しています。後から好きなシーンだけを好きな時に見られることから、ネット動画を選ぶ感覚で楽しめ人気の機能です。同時録画番組数でいうと最大8チャンネルまで対応します。パナソニックにも上位モデルには全自動 D 画というタイムシフトマシンのような全録できる機能があります。こちらの全録は最上位モデルであれば最大10チャンネルまで録画可能です。地デジ、BS、CS のハイビジョン放送の中から8チャンネルは固定で、あとは 4K 放送1チャンネルかハイビジョン放送2チャンネルの選択です。BS、CS 放送は最大6チャンネルまで録画できます。ハイビジョン放送で画質を落として録画すれば24時間録画しても28日間録画できます。同時録画番組数は最大11チャンネルまで対応します。これだけ録画できれば問題となることはないでしょう。なお、各社画質を落として録画すると容量は小さくなりますが、大画面などで視聴する際は少し画質が荒く感じるかもしれません。その場合はデータ圧縮率は減りますが、録画モードを調整して対応すると良いでしょう。続いて拡張性です。レコーダーは録画容量がいっぱいになってしまっても、後からハードディスクを外付けすることで手軽に増やすことができます。ここでは各社の外付けできるハードディスクの容量、同時接続数を記しています。容量はソニー、シャープが 8TB と優れており、続いて TVS レグザが 6TB、パナソニックが 4TB です。同時接続数では TVS レグザのみ USB ハブを用いることで4台まで接続でき、1台あたりの容量では劣っていますが、トータル容量では優秀です。一方、パナソニックは他社より拡張容量が劣ります。ただし 4TB でも地デジの映像をデータ圧縮なしで500時間程度録画できるので、これで十分という方もいらっしゃるかと思いますが、たくさん残したい方は注意が必要です。次に録画番組数です。録画番組数とは
一つのハードディスクに録画できる番組数です。知らない方も多いかもしれませんが、たとえ容量が余っていても、この番組数が上限に達すると録画することができなくなります。その場合は録画した番組をディスクに移して減らすか、結合編集して一つにするなどをしなければなりません。比較してみると TVS レグザが C9 ボルト対応ハードディスクであれば6000まで可能ですが、通常のハードディスクだと3000と少ないです。3000と聞いてもそんなにピンとこないかもしれませんが、例えばアニメ12話を1シーズンに10番組見られるような方であれば1年で480番組となります。アニメ以外にも録画するわけですから、数年後にはいっぱいなんてことも人によっては十分にありえます。録画番組数はモデルによっても違い、例えばパナソニックの下位モデルであれば3000というモデルもあります。録画を多用される方は注意してみても良いかもしれませんね。続いてスマホ連携です。パナソニックのスマホでの操作はどこでも D ガという無料アプリで操作します。スマホからの録画予約はもちろん、録画番組や放送中の番組のリアルタイム視聴もいつでもどこでもスマホで楽しめます。また番組だけでなく D ガに保存した写真や音楽をレコーダーに保存できたり、スマートフォンに入れて持ち出す、さらには早見再生にも対応するなど D ガをより便利に使えます。口コミでも使いやすいと好評でした。なお買い切りで2860円と有料ですが、外出先で持ち出した番組を PC で視聴できるパソコン専用アプリもあります。体験版がありますので、スマホの画面では小さいという方は一度ダウンロードしてみても良いかもしれませんね。ソニーのスマホアプリはビデオ&TV サイドビューです。こちらも無料のアプリです。できることはパナソニックに劣りますが、基本機能である外出先から録画予約したり、録画番組のインターネット経由での視聴にはしっかり対応しています。シャープのスマホアプリはアクオスリモートプレイヤー2です。録画番組の視聴や持ち出しに対応します。なお番組のリモート録画予約はまた別のアプリが必要となるので、少し使い勝手が悪いかもしれません。 TVS レグザのスマホアプリはスマホでレグザです。こちらもできることは他社とほぼ同じで無料のアプリです。持ち出した番組を早見再生することができます。持ち出しは通信環境が不安定な場所でも録画番組を気にせず楽しめます。アプリの評判としては、口コミを見てみるとパナソニックが好評で、例えば宿泊先などで録画番組が Wi-Fi 接続で楽しめたりと、高い満足度が得られているように感じました。次に価格です。最も売れていると思われる各社の 2TB モデルの現参考価格と、パナソニック、TVS レグザは全録 6TB のモデルも括弧内に記載しています。傾向としてはパナソニック、ソニーが高めで、シャープ、TVS レグザは安めです。シャープはモデルが発売したてなので高めに見えますが、時間とともに価格は安定してくると思います。なおレコーダーはラインナップが多く、下位モデルとなると 2,3 万円からあります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は機能と価格のバランスにも注目してみてください。続いて口コミです。全メーカー総じて編集に関しては特段やりやすいというメーカーは特になく、慣れが大きいようで賛否両論でした。同メーカーモデルの買い替えであっても UI が変わっているケースも多く、やりづらいと感じることもあるようです。パナソニックは全録機能である全自動 D ガが好評でした。またアプリの完成度も高いようで、録画番組をトラブルなく外出先などで視聴できて
嬉しいという声が多かったように感じました。それからテレビでもある YouTube や Netflix などのネット動画配信サービスの視聴ができ好評でした。レコーダーではパナソニックが特に注力しています。一方、悪かった意見としては、録画番組の最後が尻切れになるという声がありました。複数番組の連続予約で前の番組の最後がカットされることがあるようです。おそらく次の番組の予約準備でそうなるのでしょうが、 CM なしの番組などでは目立つという意見が上がっていました。それから番組表が少し見づらい、価格が高めという声がありました。続いてソニーです。先録が好評でした。新作ドラマやアニメを1ヶ月前から録画予約できます。他社は放送の8日前から予約可能なので、これにより録画計画がかなり前から立てられ、録画し忘れを防止できます。それから好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する丸録が良いという声がありました。また 1.3 倍の早見再生とプレイリストの編集も嬉しいという声がありました。プレイリスト編集は過去他メーカーでもできたようですが、調べた限りでは現在ではソニーのみが対応しています。悪かった意見としては、リモコンの反応速度が遅いという意見が他社より多く感じました。それから 4K 番組の再生互換が弱いと指摘する声がありました。少し難しい話ですが、 4K 番組を圧縮なしでディスクに記録する際、パナソニックと TVS レグザのレコーダーで記録されたディスクが再生できないケースがあります。詳しい話は割愛しますが、各社の対応状況はこのようになっています。 4K 番組の記録方式には MMT-TLV 方式と TS 方式というものがあり、パナソニックと TVS レグザは記録も再生も両対応、シャープの記録は TS 方式、再生は両対応、ソニーの記録、再生ともに TS 方式のみです。よってパナソニック、TVS レグザのレコーダーで MMT-TLV 方式で記録されたディスクはソニーでは再生できないわけです。ソニーのレコーダーで再生するには TS 方式で記録するようにしましょう。次にシャープです。コスパを褒める声がありました。それから連続ドラマを番組表から自動でリストアップして録画予約不要で丸ごと録画するドラマルが好評でした。予約いらずでドラマが録画されるのは便利ですね。それから番組表も 4K で作られていて見やすいという意見がありました。一方、悪かった意見としては、今期のモデルからかは分かりませんが、いつの間にか CQ ボルトに非対応となりました。これにより他社から乗り換えの際、外付けのハードディスクに保存した番組は救えなくなりました。個人的にはこの決断は驚きました。CQ ボルトを使っている人がどれだけいるかは分かりませんが、人によってはこれだけで選択肢から除外されてしまうでしょう。それから早見再生ができますが、 4K 番組は非対応なのが残念。アプリも少し使いづらいという声がありました。続いて TVS レグザです。こちらもシャープ同様、コスパが好評でした。またタイムシフトマシンである全録機能が良いという声がありました。全録モデルはパナソニックよりもだいぶ安く、テレビでもある放送中の番組もボタン一つでオープニングから視聴できるはじめにジャンプや、ユーザーの好きなタレントやジャンルの番組を自動で集めて録画してくれるミルコレも備えています。それから番組表が見やすい、早見再生も自動スキップ含め 1.3 倍、1.5 倍と対応しており好評でした。ただしシャープと同様、早見は 4K 番組では非対応となります。悪かった意見としては、特徴である全録機能に関してのものが多く、
6チャンネルの全録のうち3チャンネルは圧縮の設定ができないこと、 BS 放送の録画が3チャンネルまでで少ないという声がありました。またアプリが他社と比べると見劣りするという意見がありました。早見再生は需要があるのか各社力を入れているように感じます。全然関係ない話ですが、シャチパンは大学1年生の時、同期の女子主催のカラオケに誘われたことがありました。ワクテ化していったわけですが、いろんな曲を試したいのか、ワンコーラス基本しようとか言われて倍速ワンコーラス縛りでした。これ何が楽しいんですか？最後に満足度です。これは現モデルから1つ前までのモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計したデータからもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。全体的にあまり動きはありませんでした。パナソニック、ソニー、TVS レグザはほぼ横ばい。シャープは前回が悪すぎたのか、今回は他社の水準に並びました。今回の満足度は前回同様、パナソニックの点数が高かったです。ソニーは機能に対しては好意的な意見も多い一方、口コミでもあったリモコンの反応速度を指摘する声が多く、点数を落としてしまいました。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、コスパが良くドラマが丸ごと録画される機能に魅力を感じた方はシャープ、早見再生に優れ同じくコスパが良い全録モデルをお探しであれば TVS レグザ、1ヶ月先の番組を予約できる先録に魅力を感じた方はソニー、バランスが良くアプリもよく使いそうということであればパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。なお TVS レグザのレコーダーについてはこちらの動画で実機紹介していますので、興味のある方は概要欄からぜひ参考にしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。いやー、レコーダーは著作権の関係でいろいろ複雑で難しいですね。著作権を守ることはもちろん大事ですが、その分システムが複雑化してしまい戸惑われているユーザーが非常に多くいらっしゃるように感じます。この動画で少しでも参考になれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。